にちは、ちぼです。今回は実際にエジプト、モロッコに旅してみて役立ったトラベルアラビア語を紹介します。私は2023年の年末年始にエジプトに行って、2024年の春にモロッコに行ってきました。私は旅をする際、ほんと簡単なちょっと現地の言葉を覚えていっています。その中で役立ったなと思った言葉を今回紹介しようと思います。現地の言葉でコミュニケーション取ってみたいな、挨拶してみたいな、また値段交渉とかしてみたいなっていう方にはとってもおすすめです。またアラビア語は中東から北アフリカなど広い範囲で喋られる言葉になるので、一度覚えていくとそのアラブ圏を旅する時にはとっても便利じゃないかなと思います。もちろん主要な観光エリアでは英語がだいたい伝わるので、アラビア語を覚えないと旅が大変ということはないです。その点は安心してください。ではまず挨拶編です。挨拶はこれを覚えておけばっていう一言がアッサラームアライクムです。アッサラームアライクム、これは直訳するとあなたに平安がありますようにという意味になります。おはようとかこんにちはとかこんばんはとか、特に時間は気にせずに、もう挨拶といえばっていうような万能な言葉になるそうです。で、この言葉はイスラム教圏の挨拶になるので、国や地域が変わってもこのアッサラムアライクムっていうのは通じるそうです。なのでこちらに関してはアラビア語ではありますが、アラブ圏以外のイスラム教圏でも使えるということで、1個覚えておくととても便利な言葉になっています。アッサラムアライクム、ちょっとだけ長いですけど覚えてみるとすごく万能な言葉ですので、ぜひ覚えてみてください。これはウズベキスタンの方から聞いたんですけど、イスラム教ってすごく広い範囲に浸透してるじゃないですか。で、コーランっていうのは翻訳しちゃいけないんですよっていう決まりがあるので、アラビア語を喋らない地域のムスリムの人もちょっとやっぱりそのアラビア語とかそういった言葉っていうのはちょっとわかるみたいですね。イスラム教圏の共通の言葉として共通に認識できる言葉っていうのがあるみたいな言ってました。で、その一つがアサラムアライクム、イスラム教圏の挨拶だそうです。続いてがお礼を言いたい時、ありがとうという意味がシュクランになります。これはもうシュクランってすごい言いやすいので、ぜひ覚えてほしいと思います。とにかく旅先では使います。レストラン入ったり、何か道を尋ねたり、観光施設に行ったり、ホテルに行ったり、とにかくね、ありがとうって言葉ってすごく使うじゃないですか。なのでこれはぜひ覚えてほしいなと思います。もちろんね、センキューでも全然いいんですよ。センキューで全然伝わるんですけど、シュクランって言うと相手もすごい喜んでくれます。お、知ってるんだっていうようなね、表情を見せてくれると私もそれが嬉しいので、シュクランぜひ使ってほしいなって思います。で、その流れでありがとうって言われた時の返しが、どういたしましてがアフワンになります。ぜひセットで覚えてほしいなって思います。このリズム感が私すごい好きで、シュクランアフワン、シュクランアフワンみたいな、このリズムが好きで私はセットで覚えてました。ありがとうがシュクラン、どういたしましてがアフワン、シュクランアフワン、シュクランアフワン、このリズムで覚えてみてください。続いてこれも結構大事だと思います。ご飯食べて美味しいなって思った時の美味しいはラディーズです。皆さん旅してればやっぱり現地の食事っていうのをね、楽しむ機会はめちゃくちゃあると思いますので、そんな時にこれ美味しいなって思った時に相手にラディーズって言えると、相手もすっごい喜んでくれます。アラブ圏は特にお土産屋さんとかでもちょっとチャイを出してもらったりとか、なんか見てるとデーツをくれたりとか、そういうおもてなしの文化っていうのがすごくあるので、レストランで食事する以外とかでもそういった時に美味しいねこれとかって伝えるタイミングって結構まあまああるんじゃないかなと思います。そういった時にラディーズって言えると相手もすごい喜んでくれるし、自分の気持ちもね、よりなんか相手に伝わったような気がするので、ぜひ使っていただけるといいんじゃないかなと思います。ラディーズが美味しいです。あとは続いてはですね、美しい景色を見たり観光スポットに行ったりお買い物をする時に私がよく使ってた美しいとかそういった褒め言葉の時のジャミールです。ジャミールだったりジャミーラだったりなんですけど、これはよく言ってましたね。やっぱり砂漠だったりエジプトだったらピラミッドだったり綺麗な景色を見た時に「わあジャミーラ」とか言ったり、お土産屋さんとかお買い物とかする時に手作りのね、なんか工芸品とか見せてもらった時にも「おージャミーラ」とかってずっと連呼してました。私の Vlog を見てもらうとエジプトなんかでずっとジャミーラばっかり言ってるなみたいなぐらいジャミーラばっかり言ってるんですけど、あとは現地の可愛い子供を見た時にも「いやあなたの子供可愛いね、綺麗だね」とかっていう意味で「わあジャミーラ」とか言うとお
母さんがねメルシーとかセンキューとかなんか言ってくれて、そんなことがありました。今までのよりかは頻度ちょっと低めかもしれないんですけど、私は結構これをよく使ってたという意味で1個ジャミール、これを紹介したいと思います。美しいとか綺麗って意味です。続いては結構スークだったり街中とかでよく使ったなっていう自己紹介のちょっと文章になります。私は日本人ですって言いたい時ですね。これは女性と男性で分かれるんですけど、女性はアナ・ヤーバニーヤで、男性はアナ・ヤーバーニです。これ男の人と女の人でちょっと語尾が若干変わるんで、でもね、言うて旅行客なんで間違えたこと言っても相手も理解してくれると思うので、そこまで気にしなくていいかなと思います。やっぱり中国人の観光客の方が多かったりするので、一番最初にニーハオって声かけられたりとか、中国人かいチャイニーズって言われることとかが結構多かったです。なのでそういった時にアナヤバニーヤって言って、そうするとおこんにちはみたいな、東京みたいな知ってる日本語をめっちゃ声かけてくるっていう、安いですみたいな高くないとかみんな言ってましたね、エジプトとかは。なのでこれを覚えていくといいかな。ちょっと面白かったですね。でその流れで私の名前は何々ですって言いたい時はアナイスミーです。アナが私ですね。でイスミーが名前になります。アナイスミーチーボーっていうと、私の名前はチーボーですってなります。でこれをねやっぱね、挨拶から自己紹介までの一連をこのアラビア語で喋ると、何アラビア語喋れんのみたいな、みたいな食いつきが半端なかったですね。スークとかでもやっぱみんななんか喋れないと思うからこんにちはとか言ってくるんですけど、私がアナイスミーチーボーとかアナヤブニーヤとか言ってると、何喋れんのみたいな、みたいな感じでみんなめっちゃ前のめりになってましたね。だから私も旅行のためにねちょっとだけ覚えたんだって言って、そうするとみんなああそうなんだって、すごいね上手だよってね、みんな喜んでくれて、それが私もすっごい嬉しかったです。もちろん最初に言ったように別にアラビア語を喋れなくても英語とかでも全然ね、エジプトとかモロッコ大丈夫なんですけど、でもやっぱこうやって覚えていくとみんなね喜んでくれました。アラビア語喋れるのかいって喜んでくれたので、こういったところがねやっぱ覚えてってよかったなって思った瞬間でした。旅の思い出にもなったので、余裕がある方は覚えてみるといいんじゃないかなって思います。続いてはですね、お買い物や値段交渉の時に使えたなって思ったアラビア語です。私が大体海外の言葉、現地の言葉を覚えたいなって思ってる理由の大半がここにあるんですけど、やっぱり現地の言葉を覚えて値段交渉したいっていうのがあります。でやっぱ喋れるとね、やっぱ皆さんのこの心の開きっていうのがなんか大きい気がして、割と心よくね、みんな何喋れるのっていうことで、じゃあいいよって言ってくれるなっていう印象が今までの国各国であります。でまず値段聞いた時の高いなって言いたい時、高いねって言いたい時はガーリー、高いがガリになります。で安いっていうのはラヒース、安いがラヒースになります。で値段交渉したい時にお願いって言いたい時はミンファドリカ、お願いがミンファドリカになります。私が結構しょっちゅう多用してたのはハビービーっていうのは愛する人とか、ステディみたいな意味合いです。でちなみにお店の店員さんとかも大体男の人の方が多いから、お願いしたい時ミンファドリカ使ってるんですけど、女の人相手になるとミンファドリキになるらしいです、正しい言葉としては。でもね、さっきも言ったように、観光客なんで別にそこまで厳重じゃなくても大丈夫だと思います。意味合いは全然通じると思います。でちょうどね、ここにハビバティって書いてある、アラビア語が書いてある私がモロッコで買ったクッションカバーがあるんですけど、これはちなみにハビバティっていうのはハビービーと同じ意味ではあるんですけど、ハビービーっていうのが女性が男性に向かって使う言葉で、ハビバティは男性から女性に使う言葉らしいです。では実際にちょっと買い物の雰囲気やってみたいと思います。こうやって可愛いなって思った枕カバーを発見しました。可愛いと思って、可愛いねみたいな、綺麗だねとか言って、でこれ値段聞いた時にガーリーみたいな、高いよ、もうちょっとなんかオーバーな感じでガーリーみたいな、ラギースミンファドリカーって安くしてお願いみたいな、もうここら辺は単語の羅列みたいな感じなんですけど、ラギースミンファドリカーって言って、であともう一息だなって思った時はもうハビービーって言ってました
これでね大体みんな値段交渉現地の言葉使ってました。でねやっぱね男性のスタッフさんはねハビービー結構弱いなっていう印象がありました。ハビービーってこう言うとねもうみんななんかニコってなって一本やられたなみたいな、何そんな言葉知ってんのみたいな感じで、やっぱ男性陣はもう悪い気をしないんだとは思うんですけど、仕方がないの、分かった分かった、いいよいいよみたいな感じで結構快くね値段交渉とかも最後の一歩最後の一手っていう時はハビービーパワーでハビービー効果で快く OK してもらってたような印象でした。悪用はしないでくださいね。はい、有効的な意味合いで使っていただけるといいんじゃないかと思います。このハビバティっていう言葉もねモロッコのこのお土産屋さんのこれを見た時に私は教えてもらったんで、あ、性別とかで分かれるんだ、ハビービーとハビバティみたいなっていうので、ハビバティ初めてモロッコで知ったので記念に私はこのハビバティ枕カバーを買ったんですけど、可愛いですよね。そんな感じで、私は値段交渉の際はそういった4つの言葉を駆使して、ガーリーが高い、安いがラヒース、ミンファドリカがお願いで、最後ハビービーって使ってました。ぜひ皆様活用しながら値段交渉してスムーズな値段交渉とお買い物ができたらいいなと思います。スークなんかは値段交渉の文化ですので、まずはだいたい高い値段を言われるので、そこから値段交渉して自分の納得いく金額でお買い物をするっていう文化になってます。なので言われたいいねで買うんじゃなくて、まずはちょっと値段交渉してもらうといいんじゃないかと思います。ぜひお買い物楽しんでみてください。あとはですね、そのお買い物に通ずるんですけど、数字は覚えていった方がいいかなって思います。アラビア語の数字は覚えていった方がいいと思いますね。っていうのもスーパー行ったりとかした時も数字はね、私たちが普段使ってる3、4数字12345とかあの数字じゃないんですよ。なんかよくわかんない呪文みたいな数字で書かれてるんで、もちろんね毎回調べたりとかすればいいとは思うんですけど、事前にちょっと覚えていくとパッてすぐに自分の中で変換が効くので便利だと思います。パッて見た時にもうこれが150かとかこれが200かとかっていうのがパッてすぐにこう変換できるようになったんで、だいぶお買い物は便利でした。はい、すぐに計算ができるっていう意味で便利でした。なので数字の読み方は覚えなくていいと思うんですよ。ゼロがセフルとかあるんですけど、それはね覚えなくていいと思います。ただ見た時にこれが1とかこれが5だとかっていうのを分かるようにしておくとすごく便利だと思います。基本的にはアラビア語の数字だった気がしますね。モロッコとかエジプトのスーパー行った時も。なので見れた方がいいかなっていう気はします。一応ここにも載せておくんですけど、覚えやすいものは覚えやすいんで似てるものあるんですよ。9とかはほぼ一緒だし、1もほぼ一緒かな。で0は点とか、なんか覚えやすいものっていうのは多分何個かあるはずなんで、あとはそのパターンに当てはめて覚えてもらうのがいいのかなって思います。ちなみに7は V で、8はその逆になるんですけど、8は末広がりとかね、漢字の8と似てるとか、そういう形でちょっとイメージで覚えてもらうといいのかなって思います。あとはですね、ちょっと残り2つは番外編になるんですけれど、やっぱエジプトとかモロッコってすごい客引きがすごいしつこいみたいなイメージが皆さんあるかと思いますし、もう分かった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 、もういいもういいみたいな時になんか1回だけ多分疲れてたんですかね。なんかもう分かったから本当によしてくれみたいな時にハラスって言いました。これおしまいって意味ですね。もうおしまいみたいな意味のハラスって意味なんですけど、これなんか 1,2 回ぐらい使った気がします。勧誘とかがしつこかったりとかナンパがしつこいみたいな時になんか使いましたね。ハラってもうおしまいみたいな、喋りかけてくんなみたいな感じで言いました。そしたらね、なんかスッて去っていきました。なんかそれまではあんまカタカタオッケー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 とかって言ってたら来たんですけど、もうしつこいハラスみたいな言った瞬間になんかって引いてたんで、なんかいいのかもしれないですね。アラビア語でハラスって言うと牽制になるというか、っていうので 1,2 回ぐらいちょっと旅先で使ったなっていうやつです。ちょっと客引きが苦手とかしつこい客引きとかに会いたくないなっていう人とかはお守り代わりにその言葉を片隅に覚えておくと、もしかしたら役に立つかもしれません。さーって引いてってくれるかもっていう感じです。あともう一個が、これはもう本当に使う機会っていうのはめちゃくちゃ限られます。ある時期に行かないと使えない言葉になるんですけど、年末年始に、アラブ圏に旅される方、明けましておめでとう、ハッピーニューイヤー、これのアラビア語私覚えたんでぜひ使ってほしいっていうのがですね、サナガディラサイダです。
サナガディダサイダ、ちょっと長いんですけど、これ呪文みたいに毎回言ってれば覚えられるんで、サナガディダサイダ、サナガディダサイダって何回か言っとけば私みたいに覚えられるので、ぜひね、ちょっと年末年始にエジプト行きますとかモロッコ行きますとかアラブ圏行きますという方は覚えてほしいなと思います。サナガディダサイダ言えたら超かっこよくないですか？私ドヤ顔で街中とかでも言ってたんですけど、やっぱみんなすっごいびっくりしました。なんで知ってんの、なんで知ってんのみたいな感じで、客引きとかされた時とかにも最後さりげにサナガディダサイダとか言ってどうみたいな感じで、なんでみたいな感じだったんで、ぜひでちょっと使ってほしいなと思います。やっぱみんなハッピーニューイヤーってその時期みんな言うんですけど、そのタイミングでサナガディダサイダ言えたらちょっとなんか嬉しくないですか？年始のご挨拶をアラビア語で喋ってみてはいかがでしょう。サナガディダサイダです。以上が実際私がエジプトモロッコに旅して役立ったアラビア語の紹介でした。基本の挨拶から値段交渉、また番外編などちょっと幅広く紹介してみましたが、いかがだったでしょうか？ぜひ皆さんこれ使ってみたいなっていうものは覚えて現地で使っていただけると嬉しいなと思います。エジプトの Vlog はもうすでに全て完結してまして、モロッコの Vlog も楽しんでいただければと思います。その他にもパッキング動画やパッキングのコツなどいろんな旅にまつわる動画をアップしてますので、ぜひ遊びに来てください。いろいろ再生リストにもまとめてますので、気になるものがあったらぜひご覧ください。この動画が面白いなと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムでも旅の情報をアップしてますので、ぜひチェックお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。